はい、お疲れ様です。今日も検証をやっていきたいと思います。本日はですね、ダブルトップ、ダブルボトムを検証したいと思います。実は以前、ダブルトップ、ダブルボトムに関してはすでに検証しているんですが、今改めてその動画を見てみるとかなりずさんな検証だったんですね。今は少なくとも100サンプル分はバックテストしてますが、以前ダブルトップダブルボトムを検証した際は25サンプルしかテストしてないんですね。我ながらぬるいことやってるなぁと思いましたね。で、その心残りがありつつ、前回やったこちらの検証、全く別の手法なんですが、そちらでダイバージェンスが機能したという結果が得られたので、ダブルトップダブルボトムにダイバージェンスを組み合わせたら勝率が上がるのではないかと思い立ちまして検証してみることにしました。もちろんダイバージェンスだけというのはもったいないので、他にも優位性が際立ちそうな要素を調べてみようと思います。今回思いついた要素の一つは先ほどから申し上げているダイバージェンスですね。改めてダイバージェンスを説明すると、ロウソク足は切り上がってるのにオシレーターは切り下がってるという現象で、一般的には反転のサインとなります。果たしてダイバージェンスによって勝率は変わってくるのかを調べてみます。2つ目の要素は直近に明確なサポートやレジスタンスがあるかどうかです。例えばこういったケースでダブルトップダブルボトムが発生した場合、勝率は上がるのかどうかというのを検証してみたいと思います。最後3つ目の要素は上位足との関係です。今回検証は1時間足でやろうと思っているので、上位足に当たるのは4時間足ですね。例えばこういった1時間足の下降トレンドの中でダブルボトムが出たとします。ネックライン抜けでロングエントリーですね。こういった場合の4時間足を見てみると、こちらは上昇トレンドになってます。つまりこれは上位足の方向にあったトレードですね。こういった場合、果たして勝率に響くのか、あまり関係ないのかといったようなことを調べてみたいと思います。とりあえず方向性が決まったので、次に参りましょう。今回もトレーディングビューを使います。トレーディングビューは無料なので、まだ使ったことないという方は概要欄のリンクからどうぞ。はい、トレーディングビューにアクセスしたらインジケーターの設定ですね。まずはダイバージェンスをチェックするために RSI を採用したいと思います。パラメータとスタイルはデフォルトのままで使います。はい。で、2つ目のインジケーターなんですが、これ皆さんは追加しないでいいのですが、私は、100EMA を使います。これは上位足の方向を見るためのものなので、必要のない方はここはスルーで OK です。はい、以上でインジケーターのセッティング完了です。次に参りましょう。はい、次に検証方法をがっちり決めたいと思います。検証通貨ペアはドル円、検証時間足は1時間足を採用したいと思います。とりあえずドル円の1時間足のダブルトップ、ダブルボトムを形だけでガンガンピックアップしていって、100サンプル溜まったら先ほど言ったような要素の組み合わせでどう結果が変わるのかというのを数値化していきます。ダブルトップダブルボトムのエントリーなんですが、こういうチャートがあったとしたらここでエントリーします。フルバックを待つという手もありますが、そうなるとエントリーチャンスがガツンと減るんですよね。今回はダブルトップダブルボトムの優位性が知りたいだけなので、こういう形でテストを行います。で、損切りはダブルトップダブルボトムの直近の高値安値に設定して、利確は損切り幅と同じにします。もしかしたらどの要素も良い方に転ばずに、むしろ結果が悪くなるみたいなこともあるかもしれませんね。そうなったらもうこのナレーションデータもお蔵入りですね。そうならないように祈るばかりです。さて、検証方法も決まったので、早速バックテストに参りましょう。
はい、バックテストが終わりました。結果はこちら。はい、一応まとめてみましたけども、今回はこの結果全く関係ないんですね。問題はここからです。ダブルトップダブルボトムと相性がいい他の要素があるかないかですね。さて一つずつ見ていきましょう。まずはダイバージェンスですね。こちらはどうだったかというと、全くの期待外れでした。というのもそもそもダブルトップダブルボトムだとほぼほぼ全部にダイバージェンスが出ちゃうんですよね。あまり意味がなさそうなので途中からカウントをやめましたが 100% と言っていいぐらいでした。なのでむしろダブルトップダブルボトムの必要条件ぐらいに考えておいた方がいいかもしれません。というわけでダイバージェンスは不発でした。残念。次に直近にサポートやレジスタンスがあるかどうかですね。100サンプル中該当トレードは19あったんですが、その内訳は12勝7敗でした。勝率でいうと 63% なんですが、なかなか評価が難しいですね。全トレード、つまりダブルトップダブルボトムだったら何でもいいからエントリーした結果がこちらにまとめてある通り勝率 58% なので、勝率は上がってるといえば上がってるんですが期待ほどではないという感じですよね。さて、最後ですね、ジョイアシとの関係ですね。こちらいろいろ面白いデータが出ましたので一つずつ見ていきましょう。まず上位足に順張り方向のエントリーを見てみます。どういうトレードか実際のチャートで見てみましょう。こちら丸で囲んである部分のエントリーを見てみます。1時間足だと緩やかな上昇の末にダブルトップが出ておりネックライン割れでショートですね。これを4時間足で見ると大きなスパンで下降トレンドが形成されてますね。こういったトレードを集計したら100サンプル中該当箇所は20トレードありました。で内訳なんですがなんと18勝2敗という結果でした。いやーこれはちょっとできすぎですね。チャートを見てみると大きい下降トレンドの調整だったんですね。調整の末期にダブルトップが出て再度下降の流れに乗ってるわけですね。まさに理想のトレードですね。上位足の順張りの20エントリーを集計してたらさらに使えそうなアイデアに気づきました。バックテストではリスクリワード1対1での決済だったんですが、ひょっとしたら1対2でもいけそうだったので再計算してみました。結果はですね15勝5敗という結果でした。当然勝率は若干下がるもののこれは素晴らしい結果ですね。デメリットはエントリータイミングの少なさぐらいですかね。いやー素晴らしい。もうちょっと掘り下げてみましょう。逆に上位足に対して逆張りのエントリーの結果はどうなるでしょうか。どういうトレードかというとこちら、実際のチャートで見てみますね。こちらの白丸がついているトレードを見てみます。1時間足だと上昇していますね。ダブルトップが出ました。ネックライン割れでショートですね。4時間足を確認してみるとガンガンに上昇ですね。実際のトレードではここでショートするのはなかなか怖いですがどうなるでしょう。あっさり負けましたね。そんなわけで上位足に対して明らかに逆張りのトレードを集計したら41サンプルありました。さて勝敗はというと18勝23敗です。これはもちろん成績としては悪い数字ですが非常に良い結果ですね。いかに上位足の向きが大事か身に染みて分かりましたね。ちなみに残りの39サンプルは上位足がトレンドレスもしくはレンジという判断なんですが、こちらは22勝17敗でしたね。まあ誤差程度の優位性なのであんまり手を出さない方が良さそうですね。それにしてもトレードというのは難しいですね。一見同じような形のダブルトップダブルボトムですがいろいろな条件で勝率が全然変わってきちゃいますからね。今回分かったのはダブルトップダブルボトムの中でも高い優位性なのは全体のたった 20% だったということです。
チャンスが来るまでじっと待つというのがどれだけ大事か思い知ったところで、今日の検証は終わりにしたいと思います。今回の検証で少しでも皆様の気づきになれば嬉しいです。また検証してほしい手法がありましたらコメント欄に書いていただけるとありがたいです。それでは皆様の良いトレードライフを祈っております。お疲れ様でした。